こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ネザーに進出して新ブロックをいくつか入手しました。そしてネザー要塞探しを始めたところ、偶発的にゾンビピッグマンの怒りを買ってしまい、ネザーラックの中に避難したところまでです。まさかネザーに来ても引きこもるとはね。さて、ゾンビピッグマンが敵対状態となったのは過去のプレイで数回あるのですが、いつも色々試して気づいたら中立に戻ってた、という感じでした。で、襲われるたびにネットで中立に戻る条件を調べてはいたのですが、これだという情報が見つからないまま今に至ってます。というかなんか来てます。じわじわ来てます。3分待ってみたのですがだいぶ集まってきてます。こうやって待っていたら中立に戻るのかしらね。この収録後に、困った時の公式英語ウィキを見ましたが、単に待っていてもダメらしいです。ただ、各モブに敵対タイマーが備わっているそうで、敵対であり続けるのは20から40秒まで、らしいです。あら、40秒ならとっくに経っているじゃないの。いえ、こうなってしまいます。40秒過ぎてもそれだけではダメで、その上で40メートル距離を空けないと追いかけ続けられてしまうそうです。ウィキの情報をまだ知らないプレイ中は、32メートル待機作戦でディスポーンさせることを考えました。この時掘った通路は少し距離に余裕があり、引きこもったポイントからここまで45メートルあります。つまりここで40秒待てば、引きこもったポイントのゾンビピッグマンは中立に戻るのね。それが、そうならない場合もあるようです。さて、現状のゾンビピッグマンのいる場所を探ろうと、試しにさらに伸ばした通路を移動してみたのですが、この辺りの上にいます。さらにこの上にも、そして引きこもったポイント近くにさらなる大群がいるようです。順調に敵対ゾンビピッグマンを増やしているわね。ひとまず、消そうとしたら増えていく32メートル待機作戦はここで断念。地上に登ります。さて地上に出てみたら、近くにはいない様子です。さっき地下であれだけいたのに。いたのは洞窟内や小山の向こう側なのでしょう。ところでさっきの、そうならない場合って何？一つはすでに敵対中のゾンビピッグマンに接近すると、半径40メートルの他のゾンビピッグマンを敵対させてしまうことです。今そこにいる群れは接近しても襲ってこないので明らかに中立です。ところが群れから離れてみると、ここで敵対になってしまいました。これはどうも、隠れてた敵対中のゾンビピッグマンに近づいてしまい、それが先ほどの群れに警告を発したからのようです。そう、よかったわね。ちなみに攻撃を受けた時の警告範囲と、敵対中に接近した時の警告範囲は異なるそうです。さて、そろそろインベントリがお腹いっぱいです。でも通常世界に戻ると地図がおかしくなりかねないので、ネザー側のゲート付近のチェストにしまいたいところです。で、ゲートへの階段付近のゾンビピッグマンは幸いなことに中立です。今のうちにネザーゲート近くに戻ります。いや、こちらも中立でいてくれてます。おっかないけど中立っぽいです。今この集団に敵対されたら死ぬんじゃないの？私の腕では十中八九死にます。命がけです。さて、再び地上に戻ってきました。こちらの方は中立のようです。今のネザーゲートまでの往復時間や距離を考えると、もう全部中立に戻ってそうよね。でもなぜかそうなりません。ウィキには基本的なことは書かれてるし、英語ウィキだと更新が早いのですが、どうもまだ隠された条件があるようです。ここからは私の予想の話です。その隠された条件というのは、多分各モブのタイマーが稼働する条件ではないかと思います。
おそらくゾンビピックマンから一定の距離離れるとタイマーが動かなくなるのかなと。モブから距離置くとモブが動かなくなりますよね。つまり、まずゾンビピックマンに近づいて40秒経過して、それから40メートル離れたら中立に戻るということ？そう考えました。でもこの予想が当たってたら、倒したり32メートル離れてディスポーンさせた方が手っ取り早いですよね。とりあえず襲ってくるのがいなくなったところでゲーム中断。で、日をまたいで再開です。横着してパソコン再起動しなかったら、なぜ後ろに歩く？この時点では周辺のゾンビピックマンは中立です。重すぎで再度ゲーム中断。改めてパソコン再起動してゲーム再開です。でもなんか聞き慣れた声が。訪れて分かりづらいですが、私が動き始めたのはゾンビピックマンが敵対中になった後です。これはなんで敵対中になったかほんと不明です。テリーがそこにいたからよ。さて、苦節46分間ゾンビピックマンに襲われ続けましたが、この子供ゾンビピックマンを倒したのが最後となりました。この時点ではウィキの情報を見ていて、試しに襲ってくるゾンビピックマンを倒しつつどんどん移動し続けてみた結果です。要するに、どんどん違う場所に進んだら、地下の敵対中のゾンビピックマンにまた近づいてしまうことがないってことね。はい。あとは32メートルで全部ディスポーンするまで戻らないだけです。ネザー要塞探します。まあプレイ中はまたいつ襲ってくるかヒヤヒヤしているのですが、大丈夫のようです。あ、ネザー要塞見つけました。またあっさり風味ね。で、ちょうどガストが現れたので、そろそろガストの実績も解除してしまいます。あれ？なんか違う。実績3が右上からちょこんと顔出してくれません。それより今どうやってガスト倒したのよ。火の玉打ち返した後はガストが倒れるよう祈りのパワーです。やっぱり解除されてなくてがっくりです。さて、ネザー要塞を見つけたのはいいのですが、ネザーゲートまでのルートを確保しないとなりません。というかまずここからどう降りればいいのか。なんとか下山ルートを見つけましたが、ネザー要塞はこの山の先です。掘り抜いてしまいます。おお、一部は溶岩海の中のようです。ウィザースケルトンの湧きやすさを考えるといい感じです。少し右側に回って掘り抜いて、無事にネザー要塞に到着しました。では、ビーコンを除いて最後のネザーさんのブロックを入手してしまいます。ちなみにご指摘いただきましたが、ネザーラックを精錬してクラフトしたらネザーレンガブロックが入手できることは、素で知りませんでした。さて、ネザーゲートまでの道のりに目印立てているところです。通常世界に戻ったら手持ち地図が役立たなくなりそうだものね。あ、今足場が都合悪いんですがでも火炎耐性砲、爆発耐性砲のエンチャントでほぼノーダメージです。このガストも結局、実績解除するまでもなく逃げられました。釣り竿も持ってこないと。さて、ネザーゲートまでの目印建築作業終了です。なんで建築アピールするのよ。なんかもう今後アピールする機会がほとんどない気がしたんです。で、ネザー要塞見つけたし、ようやく晴れて通常世界に戻れます。ほんと今回災難でした。まさかこんなにゾンビピックマンに苦しめられるとは。ってなんでこっちにも。一応ネザーゲートで湧くことは知ってましたが、めったに湧かないでしょうに。これ、リスポーン拠点がゾンビピックマンに占拠されたりしない？一応拠点まで40メートル離れてるのでいざとなったらディスポーンさせます。と思ったら、通路の真ん中に居座られたらそれもできません。さて、中上ネザー水晶ブロックは2つ縦で作れたんですね。前回は滑らかな砂岩などと同様のレシピだと思い込んでいました。
ゾンビピックマン戦での経験値がもったいないので、弓にどんどんエンチャントしてしまいます。フレームはいらないのですが、なぜフレームがつくんですか？4本目でようやく使えなくはない予備が手に入りました。さてアイテム整理も終わり、お楽しみタイムです。命がけで入手したネザー37種類のブロックを塔に積んでしまいます。さて、塔に登るのもなんだか久しぶりという感じです。すでに塔に積んだブロックは3ページ構成で129個。まだ積んでない入手済みブロックは、今から積む手持ちのネザー7人衆と、禁止入手後に積む茶色の色付きガラスです。あとビーコンピラミッド用の鉱石ブロック4種類もね。雲を突き抜ける時が少し怖いです。行き過ぎると向こうに落ちてしまいそうで。危なっかしいわよ。到着しました。久々の天空人です。下界の動物たちが見えないですね。その動物たちの遥か下がテリーの生息領域ね。さて、まずはネザーの基本ブロック3種類。次が水晶3種類。これで塔は高級感に溢れ出してしまいます。全部水晶に積み直しなさいよ。そして最後がネザーレンガ。ようやくここまで来ました。これで悪夢の塔になったわね。いえ、次回からいよいよウィザースケルトンの頭集めですが、前作と違ってほんとあっけなく終わると思います。動作的に問題ないので最初から秒が距離銃でモブを沸かせますし、ドロップ増加のレアドロップ率仕様変更、ドロップ増加3保持、さらには頭の必要数が半分です。まあ前作の10分の1以下の労力で済むはずで、悪夢などありえません。さてそろそろリスポーン拠点が見えそうですが、どれ？拠点への落下移動はまた次の機会にした方が無難です。まだ自粛してるの？もうクモスポナー見つけたし、死んでもいいじゃないの。いえ、別の問題が生じてしまっています。下手すると、ゾンビピックマンにエンチャント付きのダイヤの剣を拾われかねません。さて今回はここまでです。塔の残りブロック十数個、実績は次回はいくつかこなせるでしょう。企画終了がやっとうっすら見えてきた気がします。キノコ島探しで長引きそうだけど。では、次回も頑張っていきます。一度死ぬくらいで済むかしらね。それではまたね。バイバイ。